ですけど。続いて11話いきましょう。第11話、レッドドラゴン1、第12話、レッドドラゴン2、第13話、レッドドラゴン3、良役に登場した魔物がレッドドラゴンのワーグでございます。来た来た。ただワーグに関してはもうちょっと焼かれちゃってたり食べられちゃったりしてるだけだったんですけど、楽しそうに骨集めてましたね。なんか収録あれはちょっとあれは真面目にやった結果ちょっと盛り上がっちゃった。盛り上がっちゃった。真剣すぎて必ず生き返らせるっていうもう気持ちのスタンスのまま言ってるので、落ち込むことない。落ち込むことない。確かに絶対生き返らせるからっていう。確かに。気合でやってたので。いやすごかったさ、骨の集まった状態のね、手の骨、惜しいみたいな。二人して楽しんでんじゃねえよみたいなねしてるなありましたけど、なんかご飯と同じようなテロップでハリーのなんかそうハリーの骨みたいな。そういやあれもでも衝撃的でしたよね。あんな綺麗に。でもすごいやっぱ本当執念というか、思いがないとあそこまでのことできない。できないですよ。めちゃくちゃやっぱマルシルがファリン大好きですもんね。そうなんですよ。ファリンもそうだし、やっぱりこの二人の仲ってなかなかこう一言で言い表せない不思議な信頼感ですね。またなんかね、そのファリンとライオスもすごくいい絆で結ばれてますけど、ね、ファリンとマルシルもまた違う絆でね結ばれてるから、はい、嬉しいです。私こんな早見さんとそんな絆のあるキャラクターを演じられるなんて。私もですよ。本当にありがとうございます。だからこちらこそ漫画で読んでてもすごい可愛かったんですけど、やっぱアニメで見るファリンめっちゃ可愛くて、よりなんか魅力が増してて、そりゃこちらこそ本当にみんなねそうですけど、本当に映像と声とでまた魅力が本当に良かったですよね。今すごくいい空気が流れているので、はいいただいたメールもちょっとここで読みますね。お願いします。こちらビビさんからいただきました。ありがとうございます。第11話体感3秒でした。すごかったです。いやマルシルの栄称を数に入れるなと言っていたチルチャックのファインプレーなナイフ刺し、腹をくくれと剣を取りに飛び出す戦士、ライオスの左足を食べられながらの激鱗刺し、また足になったボロボロの姿、みんなが必死で本当にかっこよかったです。ライオスの大丈夫この4人でここまで来たんだのセリフが思い出されましたと。いやでも結構アニメからダンジョン飯を見られたっていう方はあそこでびっくりした方多い方みたいですね。確かに感想を見るとちょっと思ったより全然シリアスでびっくりみたいな感想もねあったりしたんで、結構この死についてって意外と軽めに見られてたじゃないですか。そうです今までね。世界ってそれでだからファリンを生き返らせられるんだっていう希望のもと動いてたけど、見えちゃったのがあれだったじゃないですか。結構心折られますよね。そうですよね。いやでもみんな頑張りましたね。私たち頑張りましたね。あんな4人でドラゴン倒すのってもうすごかった。だってもともと考えたらナマリシュロっていう前衛2人と、かつバッファーっていうんですかね、RPG で言うとを書いてる状態であれですから、いやすごい本当にみんなマリに会いたいがために、そりゃ片足ぐらい差し出しますよ。そうですよ。なんだって私たちが今生きてるのはファリンのおかげですから。ああよかった。それを考えるとファリンの起点がなければみんなデッドしてた可能性ありますから。でそこに続いてジュニアなんですが、マルシルの黒魔術がここそうなんでございます。使ってちょっと失礼して使わせていただきまして、ありがとうございます。いやここでねちょっと今までマルシルのこの過去的なものってあんまりそれまで出てなかった。魔術学校ぐらいですよね。魔術学校に行ってたよ。でも何を専攻しててなんでここに潜ってるかみたいなとこまでは描かれてなかったので、それがちょっとね垣間見えるというか、今まで見えなかったマルシルがこう出てきたので、そこも収録の時ももうちょっと完全にシリアスにがっつりいっちゃっていいですみたいな感じでディレクションをしていただいたのを覚えてますね。そうだ。やっとこうマルシルの真の部分というか、いわゆる行動原理的なところが見えたところもありましたし、だからこそその後のファリンとマルシルの2人の交流がね、よかったですよね。もうこれでハッピーエンドでええやんと思いたいところなんですよ。
終わりですよね。そうは今夜がおろさないんです。みんなでね、あと仲良くご飯食べて、美味しいもんね。ほら今日のご飯も美味しい。ぴったり。なんかローストビーフ美味しいな。そう今夜がおろせません。なんだったらこっからが本当のダンジョン飯が始まります。ということで第13話。実際この演じていく中でこのファリンがまたやっぱりライオスたちと離れ離れになるわけじゃないですか。どうでしたあのシーン。なんかつかの間すぎてやっぱり幸せが確かに一瞬でした、ね、一瞬で、その1話でその食べられちゃってからここに至るまでもほとんどその回想とかはあっても、実態としてっていうのはほとんどない中で、やっと来たこのみんなと食事を囲める時間って思ったのがつかの間すぎてほんと一瞬でしたね。すぐもうするとくそーってしまったから、なんかこう上下がすごく自分の中でも激しかったっていうか。そうですよね。最初はやっぱりご飯の時とかもファリもうわーってなってたけど、すぐやっぱり操られモードになって、さっきその専門家ちゃんが言ってくださってたその全然また違う、ちょっとうつろだったりとか、何かになんか必死で抵抗してるわーってなってるようなシーンが続いていくっていうのがギャップが大きかったな。あそこのなんかディレクションとかあったんですか？そのどういう風に操られていくみたいな。あそこはそんなに細かいディレクションはなかったんですけど、一旦やってみようと思って、どれぐらいの塩梅がいいかっていうのがいろいろ今後どうなるのかっていうところもあったりしながら一回やってみて何かプラスマイナスがあればっていうところだったんですけど、そこまで細かいディレクションなかったよね。じゃあもうその感じでみたいな。でねみたいな感じだった気がする。でも割となんかその血が口の中にこう入ってる感じとか、これからも結構そのね、どうなるかというところはあるんですけれども、割と汁っぽくやったりとかはしてました。いやリアルでしたもんね。すごかったっすね。リアルだったから本当に。幸福もつかの間また絶望に叩き落とされたライオス一行の私チルチャックのね最後の帰ろうみたいなところのね説得も良かったですからね。13話。いや本当でもやっぱりあのシーンチルチャック大人だなってね。そうですね。本当にねそれも感じましたね。僕らの冒険はまだまだ続くんじゃというところで、皆様次回どんな魔物が登場するのかお楽しみに。続きまして、第8話でございます。キイチゴ焼肉に登場した魔物はウンディーネでございます。この8話が、マルシルとファリンのですね、ちょっと学生時代というかのシーンが垣間見えるシーンですけど、いいシーンですね。あそこもどうでした？実際このいわゆるちょっと時間が巻き戻った過去のマルシルが演じられてましたけど、やっぱなんかちょっと精神年齢も若めというか、今のマルシルよりももうちょっとかっちりしてる、やっぱ才女ですから。そうですよね。才女ですね。才女ですから。ライオスが原因でもある。ライオスとファリンが原因でなんかね変わりかしい感じになっちゃいました。なのでちょっとやっぱ真面目なかっちりした感じのマルシルで勉強に熱心っていうところなんですけど、ファリンと出会って新しい世界が本当に広がっていくすごく大事なシーンだったので、そこを速水さんと2人で収録できたので、ファリンと一緒に2人で、そこもすごい良かったですね。でなんかこの最後の友達になってくれないっていうセリフのところは、あそこテストを使われてて、そうなんですよ。本番やってでもう一回リテイクでもうちょっとこうしてくださいっていう風にいただいたんですけど、でやって見たんですけど、なんか一番最初のそのテストのテイクがすごい良かったから、テストのテイク使わせてくださいっていうふうに言われて、そういうことも多いんですよね。意外と最初のテスト噛んだりとか押したりとかするんだろうけど、出来としては本当は一番いいよね。ね、そうですよね。芝居感がすごく新鮮でちょうどいいんですよ。ある意味このいい意味でも悪い意味テストを経て調整して合わせにいっちゃうんだよ、どうしても。そうですよね。僕らの仕事の宿命だから。よりこの生っぽい生感というか、その初期衝動のまま出たものが、ものとしては音として取れれば一番良かったって意外と多いですね。
最後ちょっとウンディーネの時にねそうですねやって焼肉もしてましたから皆さん、レバーばっかりもあるし、羨ましい、美味しそうで。あの言い方はリアルでよかった。本当ですか？他の肉もよこせでしたっけ？いやありがとうございます。